こにはガス管がこの下少し下がってるから完全に冷えるので。はい、ということで今回はですねキャンピングカーオーナーズの方の紹介をさせていただこうと思います。でもうすでにですねオーナーさんの方には中に入って待っていただいてますので、お邪魔したいと思います。よし、じゃあちょっと向かいますね。じゃあ早速。はい、すいません、お邪魔します。よろしくお願いします。ちょっと今日はオーナーズレビューの方よろしくお願いします。はい、じゃあすいません、早速ですけども、まずこの座席なんですけど、そこに2人と、そこも2人、そうですね、今僕が座っているここがそこが2人と、走行中は基本的に2人2人、前に助手席と運転席で6人乗りなんですよね。ファスプですか？ファスプ切り替わるやつですね。今はこの面だけど、逆にもなるってことですね。基本的にはやっぱこの形が多いんですか？もう最初からこの形で慣れちゃって、本当は前向き乗車にしようと思ったんだけど、そこに書いてあるんだけど、それ書いてあるよね。そうですね。前向きにしちゃいけないみたいな感じで。基本はこっちなんですね。基本はこっち向きみたいっていう。これちなみに乗ってて、他のキャンピングカーこの手結構キャブコンってこっち側の席が多いんであれですけど、そんなにじゃあ問題なく座れてる感じですか？全然座れてますね。まあ変えようと思えば変えれるけどってことですね。そうだからもう普段からもうこの形で乗っちゃってますね。このちょっと気になったんですけど、ここってここも座れますよね。そこは座れますね。これはもう普通に停車時に座れるスペース。停車時に座るスペース。だからいつもはもう自分がここに座ってる感じですね。そうなんですね。いつも自分がここまさかの自分の席だったんです。自分の席。定番の。本来はこっち側も座面になってるんですよね。そっちも座面になってるんですけど、結局テレビがあって座れないんで、そこをちょっと物置にしちゃってると。いや、いいですよね。でもこの使い方の方が実際使いやすいですよね。そう、意外とね収納が少ないって言われてるレガードなんで、そこをちょっと収納できたらなっていう。これちなみになんですけど、ここはテレビボードというか置いてて、実際なんかこう不便なこととかってあります？なんかその座席が少なくて使いづらいなとかそういうことは一切ない？今ここにもう冷蔵庫置いちゃってるからそういうふうには使わないんだけど、ここをちょっとこう簡易的なシートにできるんだけども、そうすると意外と大人がここに横に寝れたりするんですよ。これがないと。なるほどなるほど。ただ今子供がここで座ってるんで、ここで寝ちゃう時があるんで、だからもう今子供がここに一人ちょうど寝れる状態になってるんで、そういう意味では不便がない。そういうことですね。確かに大人の足が乗っかるとなるとこのテレビボードが若干邪魔になっちゃう。なるほどなるほど。普通に売ってるやつ。テレビボード、本当は自作しようと思って採寸してカインズホームに行ったら、その採寸とほぼ同サイズのテレビボードが売ってたんでそれを買ってきたっていう。結構ぴったりですよね。もうドンピシャ、高さと横浜がドンピシャなんですよ。もうなんかこれ用ですよね。オプションですよね。本当のテレビ台っていう感じ。これちなみに走行中とかってなんか揺れたりとか？走行中、今はちょっとたまたま固定してないんですけど、普段は横で座面の下にネジ止めで固定してるんで。そうなんですね。動かないです。全然。でもここでももう結構はまってますよね、普通に。もうぴったりはまっちゃってるんで。いや、これはなんかオプションですね。オプション的なサイズがドンピシャの。これドリンクホルダー、これは純正ですか？これはもう標準装備です。これ標準装備。これ標準装備。レガードの標準。で、これがあれですよね。パカって前に来て席になるやつですよね。そうですね。これはもう完全に後付けの冷蔵庫ですね。冷蔵庫、うちの奥さんがお酒すごいいっぱい飲むんで。これちなみに何リッターぐらい入るんですか？これ28？結構入りますね。結構入ります。28だったら全然。でこれもまたぴったりなんですよね。そう、ぴったり、幅ぴったりのがあったんで。これもそうですけど、なんかこれも標準ですね。標準装備みたいな。このまま普通にちゃんと開くんですか？もうそこもパカってやれば。普通に開きますね。全然じゃあ使えちゃう感じで。であとこの真ん中のテーブル。テーブル。これも普通の標準。これも標準サイズのやつに
ここにドリンクホルダーだけ穴開けてつけてもらった。じゃあこれもともとがあるわけじゃないですね。これなかったんで、やっぱ走行中にペットボトルが動いちゃうっつうんで穴開けてって言われて奥さんに。もともとはじゃあ普通のフラット。もともとはフラットで、それを加工してつけてもらったと。これはこの移動ができる距離がこのレールの分レールの分ですね。ここが結構いきますね。でこっちも結構下がりますね。結構下がります。このテーブルはちなみにいつも出しっぱなしの。このテーブルはいつも出しっぱなしですね。この状態で移動してます。やっぱり広いですよね。座面が。リビングのところが。そっか。なんか他のキャブコンとかってあんまりこっち側とかないですよね。そうだから。あっても一席だけとか。このねドアの位置が多分少し後ろなんだと思う。確かに言われてみればそうですね。これ結構真ん中ら辺にありますね。そう、1座席分多分後ろにあるのかな。そうだ。このレガード車体がやっぱ長いのが特徴ですよね。そうですね。その長さゆえにこのレイアウトが取れるという、前回ハイエース乗られてましたよね。でそこからのこのレガード乗り換えですよね。バンコンからキャブコン。バンコンからキャブコンですね。やっぱ違います。このレイアウトの。レイアウトは居住空間っていうんですかね。居住空間がまず建てる室内で、それが一番大きいかな。ハイエースのスーパーロングだと女性は建てるかもしれないけど男性だとねちょっとやっぱそうですよね。首が曲がっちゃうぐらいの高さなんで。ちょっとこれねまたお伝えできるかわからないですけど、プルダウンになってるのでだいぶ広々とした空間です。この辺が広く感じる？いやだいぶ広いですよね。僕ら結局ベッド出しちゃうと手前にやっぱ来ちゃいますし、バンクが常にそこにあるんで。そっか。開放感すごいですよね。この行き来しやすいですよね。そっか。めちゃくちゃしやすいです。そっか。この窓は網戸もこれ今網戸ですよね。これ今網戸です。いや横に開くやつですね。そう、横にスライドするタイプです。それでもアクリルなんですね。アクリル二重窓。これ珍しいですね。アクリル二重窓で横開きって。そう、今ね大体こういう。そうですよね。跳ね上げみたいな。跳ね上げみたいな。走行中にも一応換気もできるからこっちもいいような気もするし、止まってる時はね跳ね上げの方が取り込み量が多いっていうか。多いから開放感もあると思うし、まあ一長一短あるのかなとは思う。いいですね。でもこれ。結構長いっすよね。長い？長いですね。うちのよりも全然長いです。やっぱそれ車体のせいもあるのかな。ですかね。いっぱいいっぱい窓って感じですよね。いいっすよね。この辺は結構明るい感じでね。そうですよね。取り込み量が多いですよね。光の。この辺はもう特にオプションとかじゃなくて標準でついてる。アクリル窓は確かオプションだと思います。そうなんですか。自分はこれ RV ランドで買ってるんで、RV ランドが先行で発注して、その時に多分オプションでアクリル窓についてるやつを仕入れてるっていう感じだと思うんですよ。確かちょっとまあでも選択でできるってことですもんね。確かできるはず。いやこれいいですよね。でこの窓が実はこっち側にもついてるんですよね。こっちもそう、同じスライドタイプのちょっと短めの、でも形状は一緒ですよね。形状は一緒ですね。こういう使い方ができて、でこの網戸これもちゃんとついてて、網戸ついてて、でこれシェードもついてるんですかね。こんな感じで、そのまま普通に上がっちゃうんですね。普通に上がっちゃう。っていうこれいいですね。この窓で、あとこの後ろのは跳ね上げなんですね。そこは跳ね上げですね。なるほど。ここの棚とかって見ちゃっても大丈夫ですか？意外とね入ってないかもしれない。こんな感じで、こっちはこんな入れ物を使って収納してるって感じ。そうですよね。この入れ物結構使われてますよね。そうですね。うちこれが多いかもしれない。何気に。こっちは割れ物のコップとか、そういうのが入ってて。なるほど。これちなみにこっち側は、冬場うちのなんだか子供ら寒い時用のカイロと、こっちは奥さんのお手入れ用品かな。そんなぐらいかな今ここに使ってるの。そうなんですね。これ結構でもこれぐらいで全然足りちゃうぐらい。いろいろレビュー見てると、うちなんか意外と荷物少ないのかなと思って。やっぱあれですかね。バンコン乗りの時の収納術がここで生かされてるんですかね。結構バンコンからキャブコン乗られてる方って意外とみんな足りちゃうって言ってて、逆に僕らみたいに初めからキャブコンしか知らない人だとなんかあれも金も持ってっちゃうんですよね。そうか。荷物がすごく多くなっちゃうんですよ。あとここに一つ、こっちは雑巾とテラカップと、
あ、シェラカップおしゃれですね、それ。あ、これね、分かんなくなっちゃうから、みんな同じの持ってるから、そうそう、一応差別化するために。はいはいはい。で、ここも下にこれをやはりつけてるんですね。そうですね。ここのね、食器屋のあれが少ないから、はいはいはい。こっちに台所用品。まあキャンプの時にもすぐここから持ち出せるんで、自分コーヒー好きなんでコーヒー用のセットがここにぶら下げてあります。で、これごと使う時は取ってっちゃえばいいですね。もう取ってっちゃって外で作ったりとか中でもできるし。完全にこれもあれですね。キャンプのすべですね。キャンプ術ですよね。そうかもしれない。もしかすると。さすがです。ここもなんか微妙にあれなんですね。そう、ここもそう微妙にスペースがあって、これはねビールの。はい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 。であとここにもちょっとシェラカップ入れてあって、ここにもあるんですね。そこにもちょっと微妙に微妙にここはジッパーある。ああ、はい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 。でもちょうどいいですね、このスペース。うん、こんな感じで。へえ。ですね。でこれ真ん中はこれ電子レンジですね。電子レンジの中も非常食とあとは調味料。一緒です一緒ですうちと。調味料入れ裏に非常食が。いやすごいですね。うちこんなまとまってないですよ。バラバラでいっぱい入って。意外と電子レンジって動かないからいいです。そうそう。あとここ収納とかどこがある。収納あとは床下がはい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 。レガードはね床下が収納になってるんで。はい。床下の収納はここにまず1箇所。はい。普段ちょっと水入れてるんだけど2リッターのペットボトル、はいはい、全部使い切っちゃったんで補充しないといけないんだけどここでも結構入りますよね、結構深さあるんでありますよね、食器類とキャンプ用の鍋とか、で、あとは水をここに入れられると、2リッターのペットボトルをここに入れて飲料用の、ペットボトルいつも入れてるんですけど、いやこの床下収納いいですよね、他の車ないんで。そうこれは結構ね収納力あって、レガードの特徴ですよね。まずここね1箇所あって、ここに2箇所、そっち側にもある。そっちもこっちもここに。これ深いっすよね。深くてここには炊飯器が入ってます。ここにはガス管が1本入る感じ。割と入りそうですね。ここにガス管、ここ一番涼しいっていうか。なるほどなるほど。でここにガス管ちょっと普段は下ろすんだけど、今日はたまたま乗っかったままですけど。いやでもいいですよね、こういう場所が。そうですね。こんな感じで収納あって。これちなみに床下収納ってこれも標準なんですか？これももちろん標準で。いやこれはいいですよね。便利。あと意外とここにもシート下の。そんなとこもあるんですね。ここにも収納庫があって、で実はよいしょ。結構入るんですね。結構入る。でこの下にもね実は隠し部屋みたいな。これ面白いですね。ここに俺いつも軍手とか入れてるんだ。でもこんなに入りながらも下にも入る。下にも入るっていう。でその奥には FF ヒーターが。なんかレガードって収納力ちょっと厳しそうだよねって話がよく出ますけど。そうですね。ありますね。そう意外とその使い勝手がいいかどうかは別としても、意外としまえますよね。しまえることはしまえる。いやなかなかでもこれオーナーさんじゃないと分かんないですよね。そうですね。ここまで使えるっていうのが。2列目のファスプの下にも一応収納あるんで。そうなんですね。そうなんです。あそこに鍋がでかい鍋、キャンプ用のでかい鍋。本当だ入ってる。いやこれもいいですね。ちゃんと使えて。これねちょっと使いづらいけどね。でこの下にも一応、犬のケージ置いちゃってるからあんまり使わないんだけど、ちょっとした収納が。本当だ。ここと、ここにも。ここはトイレの消臭剤。結構入りますね。意外と。あと収納は思った以上に多いということが今回分かりました。そしたら次ですね、このキッチンの方を見させていただいてもよろしいでしょうか。でキッチン、ここがシンクですかね。ここはシンクで、うちは結構もうバリバリ使ってるんでちょっと汚れちゃってて申し訳ないんですけど。いやこんな感じで、水とお湯。なるほど。またちょっと後ほどご紹介してもらいますけど、これボイラーがついてるんですね。ボイラーついてるんで、お湯が出るってことですね。そうですね。スポンジ実際使うとこういう感じですよね。こういう感じ。やっぱ走行中は基本もう閉めて。走行中はもう畳んで。そうか、そんな感じで畳めるんですね。そうなんです。でこれでもうこんな感じで。いいですね。これは走行中倒れたらね割れちゃったりするかもしれないからね。そうですよね。でこれちょっと気になってたんですけど、ここのボード。これ本当はここにカセットコンロを入れる収納をつけてたんですよ。ただそれやっぱウーチャンネルを見てここは広い方がいいなと思って
それを外してはい、はい、他にしまっといて。ただうちキッチンはそんなに料理とかはしないんで、まあお湯沸かしたりするぐらいかなっていう感じで。これおしゃれですよね。これなんかあれなんですか？そういうオプションで売ってるんですか？これは違う、自分で切り出して下の自作で DIY で。でこれは IKEA で買ってきたボードを固定して。いや、いいっすね。なるべくちょっと縦にね。そうなんですよね。こういうのって必要ですよね。そう、なんか知らないとちょっと。そうなんですよね。入れるところが。いや、さすがです。本来はこれですよね。この状態がこれがここまで来て。DIY のレベルすごいですね。きっちり合ってますね。一応採寸してる。でもよく見たらちゃんと換気扇ついてるんですね。換気扇はちゃんとついてます。これ使うことあります？換気扇はここで火使うときは基本的に回して開けてっていう感じで。これって結構吸います？吸ってる雰囲気はあるんだけど、やっぱ家のとこね、感覚になっちゃうとちょっと物足りないかなって感じがするんだけど、まあ一応吸ってはいますね。もううちなんかうちこんな多分スペースないんで、こんな広くないですね。本当に？奥行きが。そう。こんなに幅あるんだと思って。奥行きがね、だからこの分がちょっとここが狭く感じるとこはあるのかもしれないけど。逆に。ただここがスライドで開くから圧迫感は少ないなっていうのは。でこのキッチンの収納がこの下のここですね。ここね。ここは収納。こっちはあれですね、フォークとかお箸とか簡単に取れるようにここに入れてます。そうですね。ちっちゃいものが多いやつ。そうですね。この真ん中のところがこれがサービスです。これはボイラーの多分裏になるんでサービスホールみたいな感じで。そうですよね。メンテナンス系の。多分ここ熱少しね。そうですよね。ボイラーだから。持つかもしれないんで、ここは使ってないですね。で、冷蔵庫が標準の冷蔵庫。これあれですよね。先ほど確認したけど何リッターかわからない。何リッターだったら45だったら。いや、絶対60ぐらいあるのかな。これじゃあ冷蔵庫も結構普段使われてる。もう冷蔵庫普段バリバリもう一個置いてるぐらいなんで。使っちゃってますね。これちなみに今の冷蔵庫って上は冷凍ですか？上は冷凍。上冷凍の。冷蔵庫でかいですね。でかい？でかいですよこれ。結構でかいです。結構広い。じゃあ60ぐらいあるのかな。いや絶対それじゃあると思う。そっか。いいですね。ラフな感じで。ごめんなさい、これちょっと気になったんですけど、ここのスイッチってなんですか？どれ？これウォーターポンプ。水道のスイッチですね。水道のウォーターポンプで回すとここが水道全部使えるようになって、こっちがヒーター。コンセントをつないでるとこれヒーターつければ温水ができるっていう。ボイラーの。そこでつけるんですよね。普段は走行中の熱でお湯作ってくれるんだけど、ここでも一応温水も作れるっていう。そんな機能ついてるんですね。でもこれはちょっと使ったことないですね。そうなんですか。走っててもうほぼほぼ30分ぐらい走るとお湯できるんで。じゃあもうわざわざ使わなくても大丈夫。すごいですね。レバーってハイテクですよね。基本設計ね、そんな新しくないけど、いや考えて作ってるっていう感じは必要にして十分ですよね、能力が。株ノードベースのキャブコンとはちょっと違う仕組みになってますけど、これはこれですごい使い勝手良さそうですね。じゃあ続いてなんですけども、このマルチルーム紹介していただきたいんですけども、大丈夫ですか？大丈夫。どうぞ。いいですね。まずこのスライドがいいですね。そう、スライドがね、これは開けっぱなししとけるんで、そうするとちょっと幅取らなくていいですよね。全体的な空間が使えるように。いやそんなもう最初からちゃんと考えられてるこの扉ですけど、中すごいですね。結構使われてる感じですね。中は外すのは簡単に外れるように全部なってるんで。そうですね。これよく見たらあれですね。全部上に引っ掛けてるだけ。吊り上げてるだけなんですね。そうなんです。シャワーたまに使うんで、一回荷物こっちに全部出して。そうですよね。でトイレもポータブルなので、ポータブルも一回出して。そうすると結構広く使えるんで。そうですよね。これよくよく見たら多分吊り上げてるだけだから。そうです。上そのままだけなんで取れるんですね。でこれ下にもこれちゃんとあれですね。水栓が。下にも水栓がついてて。シャワーを使う時だけ全部これを出して。あれですけどね、シャワー使うの本当緊急事態、キャンプ場のシャワーがいいっすよね。いやでもそれで使えるっていいっすよね。そうですね。これちなみに何リッター入るんですか、水って？水が清水90の90？そんなに入るんですね。確かボイラーがそんな20入るのかな。ボイラーに貯められるのが20で。
大人が2人と子供 1回分は使えるんで。シャワーヘッドとかってどこに？シャワーヘッドはね、これ伸びるんですか？伸びてこの上までこう来るような感じ。あ、いいですね。兼用できるんですね。そうそう。あ、それはいいっすね。そうそう、これは便利だと思う。でこれ結構マルチルーム広いんですよね。この横幅ですかね。横幅がありますよね。結構あるね。広いんで、やっぱシャワー使えるのがうちの奥さんの条件っていうのもあったんで。換気扇も上についてて、照明もありますしね。あ、じゃあちゃんと使った後も回せるんですね。回せる。ちゃんと水も抜けるところがあるんですね。水もあそこで抜けるようになってるんで。でそのまま排水のところに流れてそうですね。排水のところに溜まるんで。いや、いいですね。そう、緊急事態の時はね。いやー、羨ましいです。はい。で今先ほどからですね、ボイラーとか、その他も含めて換気扇も含めて結構この電気設備が多いかと思うんですけど、その辺電気の方とかって見させていただいていいですか？電気はここにあるように室内灯とポーチ外の電気とステップはここですね。このちょうど足元のところですね。足元のところ。はいはいはい。これがステップ。で室内の照明は一応こんな感じで。あんまりね間接照明とかはないんでおしゃれではないんですけど、いや真っ白いっす。白系ですね。そうですね。いやこれはこれでいいですね。全部この色ですね。全部この色の全部統一されて、まあ見えた方がいいですよね。見えた方がいいかなっていうのもあったり。でこの辺が室内灯。そうですね。でこれ横についてるこれってなんですか？これメインスイッチ、この車のメインスイッチで、これ FF ヒーターのスイッチ。それでつくんですか？へえ、初めて見ました。ここでモードを切り替えて、FF のメインバッテリーの電圧とか、サブの電圧とか出てますね。すごいですね。こんな感じなんですね。これちゃんとレガードと書いてあるんですね。あ、そうね。アップダウンってこれなんですか？これはFF の温度調整するときに使うやつ。これ横のこれは水ですか？これは水。今満タンにはなってないんだけど、排水タンクが満タンになるとここにランプがつくっていう。こっちは清水タンクの残量みたいな感じ。残量メーターってこれ標準でついてる？これも標準で。これいいっすよね。これないとわかんない。ちょっとわかんないからあった方が。でここに基本的な電気の関連はここに集約されてるって感じですね。で設備的には先ほどのこの換気扇、換気扇、それから冷蔵庫で、これ上よく見たらマックスファンですか？これマックスじゃないんだよね。なんかそうなんですね。なんか違うんだよね。でも動きは一緒ですよね。動きは一緒。これじゃあ換気扇ですね。ファンがついてて、これ結構やっぱ使います？これ結構使う。そうっすよね。うち家庭エアコンついてないから結構これがないと。でもあれですよね、時期でウィンドウエアコン、夏場はマルチルームにウィンドウエアコン積んでるんで。なるほどなるほど。ちょっと今空調で行くとあれがついてるんですよね。これが走行用のエアコン。走ってる時はもう全然後ろもこれで完全に冷えるんで。そうっすよね。この3つともちゃんと出てくるよ。あとここの下にもね。あ、本当だ。こんなところについてるんです。こことこの3つ。これ結構あるといいっすよね。いや、そうね。結局うちなんかもそうなんですけど、家庭エアコンついてても後ろの席ってずっと使ってなきゃいけないんですよ。ああ、そうかそうか。あれこれがないんで、これがあれば別に普段使わずにこれでいいじゃないですか。あ、そうですね。これ地味に欲しかったんですよね。ああ、後ろね。じゃあ普段は家庭エアコン回さなきゃいけないんですよ。これはもうじゃあ特に最初から買った時についてる。これはこの年式のモデルはもうここにエアコンがついてるっていう。これはすごく便利機能だと思います。そうですね。で、あとは電気設備っていうか、あとボイラーですよね、メインはやっぱり。あとボイラー、ここにボイラーが入ってて。で、これバッテリー関係って、バッテリーは標準が100のサブバッテリーなんですよ。100しかなくて、で買った時は100もう1個追加して200で使ってたんですけど、やっぱ3年経ってだいぶ弱ってきちゃったんで、今はリチウムに換装して200アンペアのリチウムで。リチウムってやっぱ違います？もう全然違います。ちなみに電気関係ってどこら辺に入ってる？電気がね、この下。じゃあバッテリーはこの下にあるんですね。この下にちょうどその真下に200アンペアのバッテリー1本
あとじゃあ充電器関係もこの辺にあるんですかね。うん、充電器関係も全部そこに集約されて。なるほど、はい、じゃあこっちの席は下が電装品になって、こっちの席の下は収納になってます。この下ですか。この下もちょうどこの座席からこっち側は。あ、そうなんですね。全部が全部じゃないんですね。全部が全部じゃないです。靴とかちょっと入れてる。はいはいはい。ちょっと開けてみましょうね。うん。ああ、はい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 。本当だ、普通の収納ですね。普通の収納です。いやこれ便利ですね。ここ普通の収納だと。そう。ちょっとした工具と掃除機が入ってて。なるほど。はい。ここもあるんですね。あ、それはね、リチウムですか。それリチウムのサブバッテリーの残量とか今どれだけ使ってるとか。その先ほど紹介してもらったリチウムの。リチウムの。はい。でこれはじゃあリチウムつけた時にここにつけてもらって。じゃあこれはもうその時に新しく設置したっていう感じですね。でこれスピーカーはこれ標準ですか。スピーカーは後付けです。そうですよね。こんなとこないですよね。ないんで、後ろがカムロード前のしょぼいスピーカーしかないから、そうですよね。後ろの人が全然聞こえないっつってやっぱそうなりますよね。なるんで、これは後付けでつけてもらいました。でこの下がテレビですね。テレビですね。テレビって結構使います？テレビ最近使わなくなっちゃったから。やっぱね、そうですよね。皆さん同じこと言うんですよね。買って最初の頃はちょっと見るんだけど、ちょっとするとみんなもういっかみたいな。人によってやっぱ外しちゃう人多いです。ああ、やっぱそっか。でこれコンセントがここのこれですね。うん、テレビの裏に1箇所と、あとキッチンのところに1箇所。はい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 。あ、ここにあるんですね。そう。これじゃあ本当キッチン用で。キッチン用。はい。であと実は2段ベッドの後ろにこの上のところに。はいはいはい。そこにも1箇所。見える？あ、これか。はい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 。あ、これ2段ベッドの特権ですね。2段ベッドの特権。これ1段目じゃないですか。ない、1段目じゃないんです。これは2段の人だけなんですね。だから最近ちょっとね、うちの奥さんもその辺に欲しいっていう要望が。確かにこっち側って結構使うからそこに欲しい。はいはい。テレビのとこに集約されちゃってるから。そうなんですよね。うちもここないんで、ここは意外とあるといいですよね。そう、欲しいって今言ってるところで、後からつけてもらおうかなと思ってるんだけど。じゃあコンセントとしては大きく3つですね。テレビのところとここと。ありがとうございます。あとね、荷室にもついてるの、コンセントが。あ、トランクにもあるんですか。トランクにも。へえ。あ、それ便利ですね。トランクにあるの。トランクにも。ちょっとじゃあまたそれは後ほど見させていただければと思います。ありがとうございます。最後このベッドの方。はい。結構ベッド1段目と2段目の間広いですよね。あ、ここ？はい。あ、やっぱ広い。いや、めちゃくちゃ広い。これ座れません？下。あ、下座れる。そうっすよね。普通に下はなんか座席でも。そう、普段は子供らがこの中でゲームとかやってる。レガードの場合下が収納庫の下が下がってるからその分そうですね。低いのかもしれない。そういうことですね。これもしかすると。いや、この1段目のベッドがめちゃくちゃ使い勝手が良さそう。ここが一番の特等席っていうかね。メインですね。みんなここで寝たがるという。これ奥行きも結構ありますよね。でもね、80センチ。結構なんか広いですよね。上と下両方とも80ぐらいあるから。はいはいはい。あ、そうか、上の場合どうしてもあれですもんね。でも言うても天井までの距離結構ありますよね。あ、ここも全然うちのより全然ありますよ。本当に？ここはもう自分がいつも寝てるスペースなんで。あ、そうなんですね。そうなんです。ここの争奪戦には入れないです。入れないですね。これはもうキャンピングカーあるあるですけど、お父さんは大体端っこに追いやられるっていう。これベッドも上棚がついてるんですね。あ、そこ棚が一応ねついてて、こっちはシーツ関係。あ、はい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 。あとスペアのキッチンペーパーですね。キッチンペーパーとトイレットペーパーとティッシュペーパー。いや、それ重要ですね。でこっちはカッパと、あ、はい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 、もう一緒です。あとはちょっと細かい部品関係。はいはいはい。車に使ってる部品で結構壊れた時にできるようにちょっとここに収納に入れてます。いや、でもいいですね。ここにも収納があって。そうですね。寝てるとね、頭ぶつけちゃうっていうデメリットもあるんだけど、少し出っ張ってるから。なるほど。そうそう。確かにこれちょっと言われてみないと気づかないですね。よく見たらこれってベッド側に飛び出してる感じ。飛び出してる感じなんですよ。なるほど。でもこれ窓あるんですね。窓あるから明るいですよ。これ下もですか？下も窓ある。あ、確かにこれ下はちゃんとあそこに収納もあって、ここにちょっとしたテーブルもあって。そうですね。あ、それね、足かけて上に登る人用の階段ですか？階段。なるほど。これ最初からこれ。そう、最初から標準で。これ便利ですね。これ考えてますね、ちゃんと。
これちょっとうちのにも欲しいですねいや確かに上のベッドこれどう登るんだろうみたいな。そうだよね。これは結構便利な、で照明もあそこについてるんですね。そう、同じ照明がついてます。後ろのベッドって、これ下跳ね上げで上がるんですか？下跳ね上げで上がるんだけど、こっち側に上がっちゃうんですよ。そうなんですね。そうなんです。逆上げなんですね。逆上げだから、引っ張るんですね。引っ張るタイプで。こういう感じに上がって、そうすると荷室はすごい広くなる。じゃあしまうとかそういう時にはちょっと使えない感じ。でもこれよく今思ったんですけど、これ跳ね上げて荷物全部出しちゃえば結構でっかいのが入るんです。もう自転車も入るし。そうっすよね。そういうことですよね。この使い方って。そうなんですよ。この高さの収納まで入ったらすごいっす。そう結構でかいっすよね。原付ぐらい入っちゃいますよね。多分入っちゃうと思う。いやすごいっすね。上は特に跳ね上げとか。上はね、ここがいいっすね。上がるやつですね。上がるタイプなんで。じゃあ上も別に使わない人だったら。使わない人だったら外しちゃってもいいだろうし、上げちゃってもいい。いいと思いますよね。これはちょっと知らない小技が結構いろいろ出てきましたけど。でベッドがこの2つと、あとはプルダウン。これいいですよね。そう、これがね。いや僕らもレガード欲しい時あったんで、その最大の理由がこれです。プルダウンね。そうだからプルダウン、じゃあ下ろしてみましょうか。いいですか。これを結構でもあれですね、普通にスッと下がるですね。ダンパーがついてて。へえ。これを本当はねこうやって使うみたいなね。なるほどなるほど。でうちはもうちょっともう一枚マット引いちゃってるんだけど、一応ここやっても下に座って飲めるという。頭がギリギリ当たらないから。いいっすよねこのスペース。下も使えて、でちょうどいい上に2階があるという。2階があるという。この高さ保てるんだ。これちなみにプルダウンとかも結構使われてます？プルダウンは基本的にうちの奥さんと下の子がここで寝てる感じで、これ上げる時はそのまま、これはもうこのまま上げるだけなんです。ほんとこれだけなんで。へえ、いいっすね。簡単に上がって。そうなんですよね。であれ横に微妙にしまえるとこあるんですね。そう、あそこに収納が一応あって。いいっすね。これちなみに走行中とかって結構なんか動いたりします？ここ？全然もう全然ガタガタ音もしないし。音はしない。いいっすよね。そうか、レガードってもうこの分があるからやっぱ天井高いっすよね。そっか、そういうことなのか。このプルダウン分だけやっぱ上に上がるから。全然高いですもん、この辺の。うちのよりか。全然高いです。その辺やっぱ考えられてますね。はい、そしたらちょっと外装の方見させていただいてもいいですか。パッと見まずこのオーニング、これは後付けですか？これはオプションで、後付けで。これなんか長くないですか？ね、この間長かったよね、うちの方はね。ですよね。これやっぱ 3.5 ぐらいありそうですよね。多分普通の僕みたいなカムロードでだいたい3メーターが多いんで、ちょっと長いですよね。そっか。車がやっぱ長い分あれなのかな。車が全長 5.3 でしたっけ？ 5.35。スーパーロングぐらい。スーパーロングぐらい。ハイエース。そう考えると長いですね。そうね。これ実際の小回りとかはどうなんですか？小回りはハイエースに比べたらもう全然小回り効いちゃう。びっくりするぐらい。そうなんですね。まあ駐車場とか逆にこっちの方がやりやすいかもしれない。へえ。これさっきの窓ですね。窓がついてて、でこの上がこれ照明ですか？これその照明。先ほどのあれですね、ポーチライトの。ポーチライトの。これなんですか？どれ？これはね、給水タンク。給水から水を。そう、ここからこれを使ってそのまんま直で。いいっすね。そう、こういう感じでここにホースぶっ刺して、ちょうど上まで来たら止めるみたいな。そう、そんな感じで。上のこれってこれは水道を直でつなげてできるみたい。そっちの時に使うやつなんですね。そっちの時に使う。なるほどなるほど。使ったことないんだけど。じゃあほぼ出番ないですね。ほぼ出番だし。こっちも窓があって、あとはやっぱこのこれね、収納のこのでかさっすよね。ここが。いや、これすごいっすよね。そうですね。上まで行っちゃいますもんね。上まで行っちゃう。この下の収納力素晴らしいっすよね。でもあれですね、あんまりパンパンに使わないですね。今日はね、キャンプ道具が下ろしちゃってるから。なるほどなるほど。それが入ってくるともう少し詰めてくるんですね。そうで、ちょっとスペアタイヤがね今ここに1本入っちゃってるんで、
いやーでもいいっすね、ちゃんとここですぐ使えるぐらいのところ。本当はスペアタイヤ入れるところが床下にあるんだけど、インチアップしてるから外気がでかくなっちゃって、そこにはまらなくなっちゃったっていう。なるほど。で置くとこないからとりあえずここに。確かに。でこれがコンセントがあるでしたっけ？コンセントがね、ここに照明と、本当だ。あそこに1個照明があって、そのスイッチとコンセントがここに。いやこれいいっすね。ここにコンセントあって便利っすよね。そう意外と使えますよね。使えるから。でこれはインバーターをつければ使える。インバーターをつければ使える。へえ。ここに冷蔵庫置いてもいいしね。やろうと思えば。確かにさっきの冷蔵庫をねこっち置いといてさしとく分にも。いやいいっすね。これがさっき跳ね上げると。なるほど。こういうスペースが結構入りますね。でかいの。自転車は積む時はいつもこうやって。そうっすよね。これ全然入れちゃいますね。入れちゃう。これは多分。これレガードのすごいいいポイントですね。やっぱねこの下少し下がってるから。その分。重心がやっぱ低いですもんね。レバーみたいのってあれって何ですか？これが排水口を引っ張ると排水がジャーって出てくる。ジャーッと出てくる。でこっちが清水がここからちょろっと出てくる。清水もそこから抜けるんですね。清水もここから抜けるんで。じゃあ普通に家のあれでもうそのままダッて引いて。これ楽ですね。レガードって塗装ですか？塗装。そうっすよね。塗装っすよね。塗装してあるからゲルコートじゃなくて。いやお金かかってますね。ねえ。でここ横反対側がここなんか結構いろいろあるんです。こっちもね収納庫に。一応こっちからもアクセスが。そうなんですね。ちょっとアクセスできる。でその横の部分ってのはここはねここは完全に独立した今ちょっとこういう感が入ってるんだけど。いいっすね。ここにぴったりですね。これぴったりやったの。ドンピシャ。これはあれですか普通に。ここは基本的にゴミ箱とか。じゃあシーズンによって入れ替えるわけですね。そう匂いが中に入ってこないから完全に独立してるんで。ぴったりでしょ。あとここがマルチルームとつながってる。さっきの後ろ部分になるんですね。のマルチルーム。これトイレのあれがそのまま使えるってことですか？そうカセット。でもこれ逆に言えば後付けできますよね。後付けできる。もうこのまんまで。いやこれいいっすね。後付けしようと思えばできちゃう。なかなかこのセットないっすね。でうちはウィンドウエアコンをこう置いた時にここからダクトがみたいな感じで。なるほど。排出するために使えたりする。確かにちょうどいいっすね。上手っすね。組み合わせ上手っすね。一応そんな感じで。であとここが給油口のあれですね。給油口でそうだこれちょっと気忘れちゃったんです。これディーゼルで4駆ですか？ディーゼルの4駆。無敵ですね。一回ハイエースでスタックしたことがあって次買うなら4駆買おうと思って。なるほど。でこの横でここがちょっとした収納スペースになってて。でうちはキャンプ用の椅子を全部ここに家族分収納しちゃってて、でゴミ箱として使う人もいるだろうし。そうですね。どっちもいけますね。これどっちもいけそうな感じで。なんかそれこそジルも確かこういうスペースありますよね。長い車はこういうのがあるんですよね。そこちょっとした隙間をね収納になってるからこれはちょっと使い勝手は。これいいっすね。このスペース。後ろの窓が2つと、あとこれはマルチですか？これはマルチルームに光を取り込む一応窓がついてて、最高用の窓があるんですね。へえ。でこのあれですね、長い窓ね。長い窓があるんですね。フロントに入って、でここまで一体成形ですもんね。そうですね。ちょっとこれ先ほどから見えてたこのホイールに関してはこれは16インチ。これはうちは16インチの2156516。のサイズでインチアップしてる。これちなみにホイールっていうのはこれはねキラーフィールドっていうウエッツスポーツのホイールを。じゃあこれはもちろんライトトラック用というか。ライトトラック用で。これアルミになるんですか？アルミですね。じゃあJWT でしたっけ？ T。あれの対応品ってことですね。対応品ですね。でタイヤがこれが横浜のオールテレーンのタイヤ。オールテレーンのこれでライトトラック用なんですね。これがライトトラック用が去年発売されたみたいで。じゃあもう本当に新しいやつなんですね。そう。本当だ。8プライですね。8プライ。ここにちゃんと書いてありますね。8プライのタイヤですね。で109の107なんで耐荷重もむしろ上がってますね。上がってる。15標準よりもさらに一応耐荷重を上げてるってことですね。そうですね。でこれが前後に。これが前後。でちなみにこのオールテレーンって
走行中の音とかってどう？音はどっちかっていうとスタッドレスに近い感じの、やっぱ少しうなる感じがゴーっていう感じの、はしますね。で逆に今日みたいなこういうなんかちょっとこう、そう砂場とかはね、そうですね、砂場とか柔らかいとこだとハマりとかは強そうな感じしますよね。まだねそこまで実感はしてないですか？実感はしてないんだけど。はい。でこのウォールテーレンタイヤっていうのはこんな感じでちょっと溝のパターンが普通のライトトラックのタイヤと違うような感じです。これ何がね特徴的かっていうと、そういったオフロードのところも多少強く、オンロードも走れる。でなおかつこのスノーフレークマークっていうのがついてて、冬タイヤ規制もこれでいけるということなので、本当オールシーズン使えるタイヤで、最近出たばっかりの、ジオランダー ATG015、はい、というパターンですね。はい、というので早速履かれてるってことですね。はい、でこれ結構性能も良くて乗り心地とかも標準的なタイヤなんですけども、1個だけ残念な点が低燃費ではないと。今でいうエコピアみたいなああいうのではないってことですよね。はい、そこの1点だけはちょっとあれですけど、かなり注目のタイヤなんじゃないかなと思います。凍結以外はいけるんですね。いけちゃうっていうサイズ展開が少ないんだよね、そのライトトラック用は。そういうことですね。乗用車用のタイヤだから。はい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 、あんまりないんですね。ないの。これちょっと僕改造してるとこ見つけましたよ。これあれですよね、サイドのウインカーの。これ僕知らなくて自分変えた時クリアにしちゃったんですね。これがなんかスモークがあるっていう、ライトスモークっていう、後から知ったっていう、この車を見て知るという。これは自分で変えられたんですか？これ自分で変えました。車の色に合ってますよね。なんか統一感が少し上がるかなと思って。あれこれヘッド LED ですか？LED に書いてあります。そうですよね。この形状は LED かと。そうですね。で HID じゃなく LED にされてますね。やっぱ LED の方がでもいいですよね。明るいし。でレガードはこんな感じでバンクの飛び出し部分、いわゆるこういった感じのキャンピングカーみたいな飛び出し感がなく、かなりこういうスタイリッシュな形をしております。これ結構やっぱいいですよね。この車にしかないですよね。そうね。でこのエアロみたいのこれも標準。これも標準。もしかしたらエアロバンパーってオプション設定になってるかもしれない。ですね。フロントからで切って、後ろのフェンダーはこれまた別ってことですね。別組なんですね。別成形になってるから。いやこれいいっすね。かっこいいっすね。これレガードのやっぱ特徴的なこの見た目にも気を使ってるってことですよね。そうね。はい。ということでちょっと外装は一周ぐるっとこんな感じで見させていただきました。ありがとうございます。はい。はい、ということで、ちょっと今日はですね、いろいろとお聞かせていただいてありがとうございました。ちょっと僕の知らないレガードがたくさんあったんでこんなに収納とかもあるんだとか、意外とね、使い勝手ってやっぱ考えると違いますね。人によってやっぱ使い方違うんだなっていうのが今回分かりました。で最後ですね、皆さんにちょっとお聞きしてるんですけども、このキャンピングカーを買ってみて良かった点、メリットみたいな点を1点と、ちょっと残念なポイントというかデメリットというか、ちょっと思ったのと違ったなみたいなポイントがもしありましたら1点ずつ教えていただければなと思います。そうですね。メリットで言えばやっぱり家族といろんなとこに行って、特に子供らにねいろんな経験させて、言い方はあれだけどあげられるっていうのがキャンピングカーのいいところかなっていうのが一つありますね。例えば行ってどこだか分からなくても、テレビ見てここ行ったことあるっていうふうに気づいた時にそこはどんなとこだったとか、そういうのがもう知れるっていうのがやっぱそうですよね。やっぱいいなっていうところもありますね。だからいろんなところやっぱこれからも連れてってあげたいなとは思ってます。はい。あれですよね。もう4曲行っちゃったんですよね。4曲全部。車で回ってますんで。それはこのレガードで。それはレガードで。すごいですよね。北海道はね、レガード納車した次の日に北海道に出発するという。まさかの2日目で北海道行くっていうのはかなりレアだと思います。すいません。そしたら次なんですけども、そのデメリットというか、ちょっとここ残念だったなみたいな。なんか実際使ってみてここ想像と違ったなみたいなのがもしあれば。そうですね。基本的には満足してるんですけど、強いて言うなら。プルダウンを下ろした時に立てるスペースが狭くなっちゃうんですよ。確かにここ下で飲んだりはできるんだけども、立って着替えたりするのがここから
後ろのここのスペースだけになっちゃうんで。そうですよね。そうか。今僕が座ってるここまで下がってきちゃうんですね。そう、ここまで下がってきちゃって、飲んだりする分には全然よくて、だからそれもあれなんだよね。自分だけが早起きするから早いですもんね。そう、朝ここでもどもどしてると立てるところが結構少ないなと思って。そうか。そうっす。バンクがない分、ここのプルダウンがこのちょうどこの出っ張りぐらいまで。そうですね。そこまで来るんで。今僕が座ってるとこやこの辺っていうのはもう頭に来てるって感じですもんね。そう。座ってる分にはいいんだけど、立てるところが狭くなっちゃう。でもあれですもんね。マルチルームがやっぱ広いからそこも使えるしっていうのを考えると。まあそうですね。これはでもプルダウンの人じゃないと分かんないですね。そうかもしれない。あとは近々早く家庭用エアコンをつけたいなっていう。でも今後の展望ですね。今後の展望。でもそうやってね、少しずつ自分好みに改造できるのも、いいとこですよね。いいとこかなっていうのは。特にこのレガードであれば、ある程度できますもんね。何でもスペースあるんで、車やっぱ大きいから。わかりました。ありがとうございます。じゃあもう基本的にはデメリットって言ってもそれぐらい。本当それぐらい。別になんかじゃあ乗り換える理由になるようなそんなものでもなく。乗り換える理由はないですね今のところ。これも今回からなんですけど、故障とかってあります？今までとかで。故障はね、うちはドア。もうこれぐらいですか。あれですよね。開けるやつが開かなくなっちゃうとか。そう。エントランスのドアのスプリングが折れちゃうっていう。よくあるやつですね。あれは1年に1回必ずあるんで。そうですよね。そんなもんですよね。これ結構レガードだけじゃないです。このドアの形、うちもそうなんで。みんなそうだよね。これよく壊れる。でなんか割とすぐ直っちゃうんですよね。それだけ変えて。だからスペアの部品俺もらってきてあるから買ってきてあるからそう自分で直せるから。そうっすよね。それぐらいですか。この間水道のホースが抜けて、下が水浸しになったっていう。ホースバンドが外れて、それが一番参ったトラブルかな。どうしてもレガードのやつ圧が抜けるとポンプが回りっぱなしになっちゃうんで、だからずっとなんかもう出っ放しになっちゃったみたいで、それが一回大きなトラブル。それレガードの仲間に聞いて方法を教えてもらって、それは自分で直したんですけど。そうなんですね。確かにそう言われたらそうですね。ホースとか結構抜けると怖いですね。はい、ということで今回ですね結構いろいろと外も中も見させていただいてありがとうございました。レガード収納少ないなんてみんな言ってましたけど嘘なんじゃないかなっていうぐらいめちゃくちゃ入れるとこあるんだなって。そうね、意外と。やっぱ家族で全然使える車なんだなっていうのがすごく今回思ったんで、見た目もスタイリッシュですね。これなんかその辺ちょっと今回おかげさまで知ることできました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。はい、ということで今回ですねキャンピングカーオーナーズですね、このレガードの紹介の方をしていただきました。で今後もですねこのキャンピングカーオーナーズレビュー続けていきたいと思いますので、ぜひ動画の方ご視聴していただけると嬉しいです。ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画もよろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもしたら、じゃあまたね、バイバイ。